こんにちは。アニメ紳士です。今回は姫様拷問の時間です。第5話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。これもお姫様魔王軍じゃね。姫様はこのままの方が幸せなんだろうな。もうすっかり友達なんよ。普通に車とか携帯とかキャンプ用品があるけどファンタジー。中世っぽい世界かと思ったら自動車あんのか。そもそもスマホ使ってるしな。ランドやシー、エレクトニカルパレードもある。立川っぽい街や府中の免許センターっぽい施設とかある魔界だからね。焼きマシュマロってうまいの。ふわふわなマシュマロにトロトロという食感が合わさってうまい。マシュマロってまずくない。本当に美味しいマシュマロを食べたことがないんだな。のスリーブポニテ姫様かわいいな。マシュマロを電子レンジで加熱するのもいいぞ。マシュマロを焼くためにわざわざかわい。マシュマロってそんな美味しいものかな。焼きマシュマロはマジでうまい。外側だけはんぺんみたいだけど、この食感で甘いのは癖になるだろうな。焚き火で焼きマシュマロってキャンプのついででやるからいいのであって、それ単体でメイン張れるようなもんじゃないだろ。姫様にせよ国にせよ理屈秘密があるんだよ。確かに焼きマシュマロはうまい。魔王軍はガラケーなんだ。笑顔で屈した宣言するな。屈したようじゃないんだよ。車あるんだ。普通に車だとしかも左側通行って。こんなに日焼けするなんて姫様白人じゃない説。姫様がっつり日焼けしてんじゃねえか。繋がれて布団なしで寝かされてるところはちゃんと捕虜って扱いなんだな。そりゃあんだけ楽しんだらぐっすり眠れるわ。これって心臓にめっちゃ悪いやつだろ。心臓にだけじゃないらしい。日焼け後のサウナって本当に拷問じゃ。タイムカード制なんだ。3兄弟やばいことになるぞ。タイムカードあるんだ。肝試し放置かよ。サンダルの日焼け跡が細かかったな。原作より日焼けや素足がエッチだったわ。姫様はバカ顔の時が一番可愛いな。健全エッチ。1話で原作4話分のペースは変わらないな。これは原作者もにっこりのアニメ化やろね。出落ちかと思ったが意外と話持つな。原作既読だがいいアニメ化だね。ちゃんと肝試し拷問受けてあげてよ。お化け役の魔物たちかわいそうやわ。オープニングエンディングともにめっちゃええけど、このアニメが3年くらい前なら声優に歌わせる系の曲が使われていた気がする。暗いと魔王様が怖い。暗いの平気なやつに行かせろよ。照明って、あ、やっぱり隠れた連中まだ。魔王様にこの肝試しやらせたら泣いちゃうな。別モード発動させちゃう。どんだけホワイトやねん。もう喋りすぎて秘密全部教えちゃったんじゃないの。まだあるんか。なんというホワイト職場。超過手当全部作りやるな。ほんとこの魔王様さ、街情報全部無駄にしやがって。魔王軍って会社として魔物を雇ってるのか。魔王軍にもタイムカードがあるのに、お前らの職場は。日焼け跡ってエッチいよね。姫様とお茶に気遣ったけど、実はみんなでもっと楽しく川遊びしたかっただけだな。姫様売国しすぎてもう戻れないよね。サウナのカット、あれアニメ版遊戯王始まる時のあれか。どっかで見たことあると思えば。姫様拷問の時間です。と、魔王城でお休み、コラボしないかな。なんだろう。魔王拷問組たちとの姫様たちを見てると、癒されるというか、浄化されるというか、今日は特に下手したら泣きそうになってしまった。甘くて優しい食感のマシュマロを焼いて始まった幸せな川遊びの思い出が、同じく甘くて優しい心の姫様とトーチャーが仲良く焼ける日焼けことで締めくくられる構成が巧みで秀逸。そんな優しさと甘さに溢れた物語をかみしめる幸せに浸るこの時間が大好きです。1日に2回の拷問は大変なのか。焼きマシュマロを見る限りこの世界の価値観がわからない。魔族の肝試し、また面白い趣向ですなと思ったのに、姫様が秘密を漏らすのが早すぎる。なんだか拷問後の生ぬるいひとときを見るのが心地よく思えてきた。川遊びと肝試し会。
原作より膨らましてるけどちょうどいいんだよな。川遊び会にりょうちゃん、いんちゃん来て、ダダーマが YouTube やってるのとてもよかった。正直シーズン中盤でキャラも増えすぎて、ちょっとネタも単純でだれてきたかな。と思いきや、切れ味が増してきて思わず笑ってしまった。そしてちょいちょい挟んでくる小ネタが絶妙すぎる。このまま最後までぶっ込んでってほしい。川まで連れてこられて、もう脱走できるんじゃ。X のツッコミが今日も大好きすぎる。焼きマシュマロ美味しいよね。抗ったとは一体。姫様日焼けの跡がエッチ。サウナで整ったのね。ようちゃん風の理由が可愛い。5話もあっという間でした。真の勇者よりスローライフしてる気がするんですが、サウナの拷問は、ある意味この作品の本質みたいなところありますね。肝試しの拷問よりようちゃんのお見舞いに行っちゃうあたり、川遊びの時もですが姫様の優しさが染みます。河原でマシュマロの拷問を受ける姫様。早々に屈した後は拷問官たちと楽しい一時を過ごす。拷問アニメだよね。拷問官ジャイアントの下でサウナで整うを満喫したり、体調を崩した陽気を見舞うために即屈したり、拷問を受け入れる体制がどんどん進んでるな。1日に2度の拷問にためらい悩むトーチャーと、それを察して秘密を漏らす姫様。互いを思いやる2人の姿にほっこりして微笑ましかったです。その後のジャイアントとのサウナが単なるリフレッシュでしかなかったり、陽気のお見舞いのために即屈するのも面白かったです。統合門は安全を配慮して行っております。姫様あれで結構抗ったんだ。楽しい川遊びをウォッチで見てる私が拷問されてますよ。マシュマロもみんなもこんがり焼けて、姫様に至ってはサウナに入って頭の中までとろけてます。終始ポカポカする回でした。オチが良き。焼きマシュマロが溶けていくのと同時に、姫様の表情もとろけてバカ顔に出来上がる。ふわふわサクサクの虜となった姫様、相変わらず演出やアングルも素晴らしく可愛い。外に出られる喜びをかみしめたり、サウナで生命力を感じる。もうこの場所を取り上げられる方が拷問だよね。もう今日の拷問終わった。からの、終わったから言ってらっしゃいの表情の父ちゃん、ままみが深い。肝試しが始まると思ったら終わっていた。が陽気をお見舞いできたのでよし。そして姫が切った魔物が復活していたことにより、殺生のない世界が示唆されたのが嬉しかった。ゆるキャンかい。ノースリーブ姫様かわいいな。結構抗ったけど屈したよ。このアニメ以外では絶対に聞かなそうなセリフ好き。日焼け跡がバッチリ残った状態でのサウナ。結構センシティブな香りが漂ってくる。マットカイザーのオチは読めたけど、沈黙の演出は良かったな。悲しみ。1日に2回の拷問。そんなの負担が大きすぎる。姫様の体が耐えられないかもしれない。ストックホルム症候群。ここに極まれり。何より今週は、川遊びして焼きマシュマロ食べて、サウナ入って、お見舞いに行く。直後のゆるキャン。と、何が違うのかしら。笑い。今回も楽しいアトラクション満載で、あれ、トーチャーさんの優しさが描かれたストーリーが良いですね。帽子が風で飛ばされる映像作品は名作です。もうすっかり打ち解けた姫様と魔王軍。優しい世界。最後にお化け屋敷で忘れ去られた魔物たちがかわいそうでした。マルデとカイ、国王軍。に疲れた体、精神を癒すような小旅行。サウナ、肝試しという行事が、おばあちゃん家に帰った時の夏のひとときを感じさせるよう。拷問とは名ばかりで、お互いに相手のことを知ったり、思い出を作ったりと、着実に平和に近づいてると感じるは普通でした。焼きマシュマロからの川遊びからのサウナからのお見舞い。どの描写も本当に魅力的だったし、夕焼けの空をバックに車で体を預け合って寝てるの本当に良いな。サウナもしっかりと汗を流してから水風呂入ったり、般若の行き届いた描写が素晴らしい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くと、
これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。